コシヒカリ系っていうのは結構粘りが、酒粕が原料で使われてる。寿司飯の作り方、酢飯の作り方を紹介しようと思います。土鍋を使ってね、寿司飯作っていくんですけど、ご飯炊いてる間に、お寿司に合うお米の種類だとか、赤い酢飯があったり、白い酢飯があったりね、これね、お酢の種類だとか、そういうお話できたらなと思います。お米炊いていきます。お米研ぐときにこう、潰すように研ぐ方いらっしゃると思うんですけど、これはね、精米技術がね、まだ発展してなかった時のね、もみ殻なんかが残ってるお米研ぐ時にこうやってギュッギュッギュッって研ぐんですよね。今はね、もう結構ね、精米の技術が進んでるんで、こうさーっと研いでね、でこうやって水何回か変えてあげてっていう形でね、十分お米きれいになりますんで、こうあんまりギュッギュッってやると米自体が潰れちゃうんですよね。米炊くっていうとね、大体炊飯器で炊くと1時間とかね、40分とかそれぐらいかかると思うんですけど、実際ね、米っていうのは、10分ぐらい火を入れれば炊けるもので、なんで1時間とかかかるかっていうと、まずね、この浸水させる時間が入ってるんですよ、炊飯器の炊飯っていうのは。あと、炊き上がった後に蒸らす時間が入ってるんで、1時間とかね、そういう時間になるんですけど、土鍋で炊いたりする場合はね、実際火にかけてる時間は20分ないぐらい、その沸かすまでも入れてね、そのぐらいなんで、で、当然ね、いきなり火にかけると米が浸水しきってないんで、だからこの状態で、1時間ぐらいね、浸水させてあげてください。浸水したら、お米炊いていくんですけど、このね、水の量は、容積比っていうんですかね、重さじゃなくて容積の比で、だいたいね、1対1とか1対 0.9 ぐらいを目安にね、炊くといいと思います。これ理由があって、お寿司っていうのはこうね、口の中でこうパラッとほどけるような食感がね、美味しさの要因の一つだったりするんで、炊飯器のメモリの普通っていうメモリでだいたいね、容積比で米1に対して水 1.2 ぐらいの割合で設定されてるんで、それよりはね、だいぶ少なめで、炊いた方が美味しい寿司飯になりますね。お米炊いていくんですけど、このね、最初の火はね、だいたい中火ぐらい、5分から10分ぐらいかけてこれが沸騰するような火力がいいのかなと思いますね。あんまりね、すぐに沸くような火力で炊くと火が入りきらないんで、そのぐらいを目安に火加減調整してくださいと。沸騰したら、火を弱火に落として、12分ぐらい炊いていきますよと。これね、お米ね、寿司に合うお米っていうのは、どんなのがいいのかっていうと、まずね、お米っていうのは、大きくね、コシヒカリ系とササニシキ系に分けることができて、コシヒカリ系っていうのは結構粘りがあって甘みがあるようなお米ですね。で、ササニシキ系っていうのはね、比較的あっさりしてて固めに炊き上がるんですよ。白米で食べる場合は結構粘りとか甘みがあるコシヒカリ系が人気なんで、出回ってるお米はね、ほとんどコシヒカリ系が多いですね。お寿司っていうのはこのね、口の中でほどける食感が美味しかったりするじゃないですか。なのでササニシキ系が向いてるのかなって思うんですけど、お寿司って比較的冷めてから食べる場合が多いんですよね。冷めてから食べて美味しいお米ってね、結構コシヒカリは冷めてから食べても美味しいんですよ。なので今営業してるお店なんかで多いのは、コシヒカリ系の例えば一目惚れだとか、そういうお米をちょっと水少なめで固めに炊いてあげるお店が多いですかね。あとはササニシキ系とコシヒカリ系をブレンドしたりっていうね、そういうお店が多いのかなって感じはしますね。でね、もうちょっとね、お寿司のね、お米について話すと、年配の方っていうのはね、比較的水の量を多めで炊いてあげた方が美味しいって感じる方が多いかとは思います。若い方ってお米でも結構固めが好きって方多いじゃないですか。これはね、唾液の量が多いんで、硬くても口の中でほぐれるんですよね。では年配の方っていうのは、人間年を取るにつれてどうしても唾液の量が少なくなってくるんで、比較的ね、お米に水分を持たせてあげないと食べづらかったりっていうのがあるんで、この辺はもう好みで加減してくださいっていう形になりますね。こんな感じでね、沸騰してきたら、火をね、弱火に落としますと。土鍋っていうのは結構ね、保温力があるんで、火を弱火にしてもずっと沸いたままなんで、本当にね、弱火にして、でこのまま12分かけて炊いていきます。
これ土鍋っていうのはどうしてもねここから吹きこぼれるんですよ。なんでこれね結構当たるとやけどするんで、ここはねさらしとかで蓋しちゃっても問題ないんで、ただその分ね逃げる蒸気の量が少なくなるんで、この辺の水加減がちょっと難しかったりするんですけど、これねやけどだけしないように気をつけてください。だからこの穴を自分の方に向けておくと自分の方に飛んでくるんで、なるべくね奥に向けておくのがいいんじゃないかなとは思いますね。今度ね、これね、お寿司に使うお酢についてお話ししようと思うんですけど、基本的にお寿司に使うお酢っていうのはね主に3種類あって、1つは穀物酢。穀物酢っていうのは小麦とかトウモロコシから作られてるものすごいあっさりしたお酢ですね。と、もう一つはこれねお米から作られてる米酢とか米酢とか言うんですけど、こっちはね米の香りがしてね結構風味が豊かなお酢ってイメージですね。このね黒いお酢は黒酢じゃなくて赤酢っていうお酢で、酒粕が原料で使われてる。で酒粕原料で、2年とかね熟成させて作ってるお酢なんですよ。なんでとってもコクの強いお酢ですね。どのお酢が寿司飯に適しているのかっていうと、これはね正直正解はなくて、ただ、江戸前寿司ね東京のお寿司屋さんでもともと多く使われてたのは、この赤酢っていう酒粕ベースのお酢ですね。でこれには一応理由があって、江戸時代だとかね砂糖が貴重だった時代があるんですよ。ある程度お米にコクを持たせた方がお寿司とね魚と合う。マグロだとかアジだとかね江戸前寿司って味の濃い魚が多いんで、砂糖を使わずにねそういう魚に合うお酢を探して、このね赤酢っていうねコクの強いお酢が、使われるようになったっていう背景があって、その後に銀シャリっていうね白いお米が流行る時代が来るんですよ。でその時代になると砂糖も普通にね普及してるんで、色のつかないお酢を使って砂糖でお米にコクを与えるようになったっていう背景があるんですよね。結構ねお寿司のね酢飯ってね結構地方によって味に差があって、東京に近づくほど寿司飯っていうのは砂糖が少なくなってますね。で逆に関西のバッテラだとかねああいう押し寿司なんかは結構寿司飯が甘めに作られてるんですよ。でこういうね透明なお酢使って甘めのシャリでっていう、なんでこの辺もね好みで調整してくださいっていう形ではあるんですけど、都心のお寿司屋さんで多いのは赤酢使って、砂糖をねほとんど使ってないようなシャリ使ってっていうお店が多いですかね。ただね結構この赤酢自体癖があるんで、食べやすいのはこういう米酢か穀物酢を使って砂糖を入れてあげたお酢の方が癖が少なくてね、であと他のね白身とかそういう味の薄い魚にも合いやすいんで、魚全般にはねこっちのお酢の方が合わせやすいのかなとは思いますね。でこの寿司酢の量はね本当にお店によって千差万別っていう感じではあるんですけど、大体の基準としてお米1升に対してお酢 200ml、砂糖が大体 80g で塩がね20g から 30g ぐらいに設定してるお店が多いかとは思います。おそらくね地域によって差があるんで、バッテラだとかね押し寿司に使うね寿司酢はもっと甘めに作られてることが多いと思うんですけど、ネタだとか使う醤油のね味付けによっても多少は前後するんですけど、大体その範囲に収まってるかと思いますね。で銀座なんかのね老舗のお寿司屋さんなんかは本当に砂糖を使ってないようなお店だとかね、そういうお店もあるにはありますね。でお酢にね砂糖と塩をしっかり溶かしてあげてから、お米に合わせていきますと。12分経ちましたと。本当はねこれ開けない方がいいんですけど、ちょっと今回確認のためにね開けちゃうと、12分経つとこういう状態になってるんですよ。こういう風にね米が炊き上がってるんで、最後10秒ぐらい強火にしてあげます。強火にすると最後鍋底にねおこげができて、おこげの香りがシャリ全体にね広がるんで、この水分が飛ぶんでここから蒸らしてあげます。だいたい蒸らす時間が8分ぐらいですね。でこの間にお寿司を切るね半切り準備するんですけど、半切りっていうのはこういうねよくお寿司屋さんで見るオケですねと、この大きいしゃもじ、これは宮島なんて言ったりするんですけど、でね使い方としてこの半切りは濡らして使ってくださいと。濡らさないとこの米が木にくっついちゃうんで、濡らしてから使えます。でこうやってね濡らしたら、余分な水気をね拭き取ってから使いますと。で、この宮島についてなんですけど、宮島っていうのはね
平らな面とここで角度のついてる面があるんですよ。ちょっと分かりづらいですけど、こっち側に角度がついてるんですよね。で角度がついてる面を上にしてこうやって切ってみますと。これはなんでかっていうと、角度がついてるところで切るとシャリが上に跳ねるんで、上下がひっくり返るんですよね、シャリの。でお酢はね当然お米に対して重いんでどんどん下に溜まっていっちゃうんで、下に溜まったお酢をお米が吸うじゃないですか。それをこうひっくり返すことで、お酢の多いお米が上に行ってお酢が下に流れてっていう形でシャリが切れるっていう、このね均等にお酢が回るっていうイメージですね。で家庭なんかで作る場合ね、結構ボウルとか使うと思うんですけど、その場合はお酢の量をね多少少なめにしてあげた方がいいですね。っていうのは理由があって、これ木なんでどうしてもお酢をね、木が余分なお酢を吸い込んでくれるんですよ。ボウルで作るとボウルはお酢を吸わないんで、ちょっとねお米に対してお酢の量が多すぎるっていう形になるんで、ボウルで作る場合はお酢をね本当に多少、1割もいかないぐらい 5% ぐらい減らした方がべたつかないシャリになるとは思いますね。で、8分経ったら、シャリをね、切っていきますと。シャリ切っていくんですけど、鍋から、こっちに移すじゃないですか、半切りの方に。その時に鍋底についてる焦げがついてるじゃないですか。この焦げはねなるべく入れない方がいいですね。どうしてもこうほぐれないんで、本当にねお店によってはね鍋底の米は使わないなんてお店が多いと思いますね。この鍋底のお米はおこげができてるんで、これ美味しく食べれるんで、これはこれでね別で食べてもいいと思います。で、お米をね半切りに取ったら、お酢を全体にね回しかけて、で切っていきますと。で切るときはね最初にねこう全体をねこうさっと混ぜてあげて、で、さっき言ったねこの角度をついてる方を上に向けてこう切っていく感じですね。こう切ってって、で、また一箇所に集めて、手から遠い部分に一旦寄せてあげて、でこう回してってあげると。そうするとまた手前に米が寄ってくるんで、この手前にまた集めてあげて、でねこうヘリについちゃったお米を一旦一箇所に集めて、また半切りをひっくり返して、そこからこう寄せてくると、こうね切っていくと。で最後どうしてもねこのヘリに溜まったお米っていうのはお酢が多めになるんですよ。なんでそれだけ注意してあげて切ってあげて、で最後ねこう米を全体に広げて、米の熱でねこう余分なお酢が飛んでいくんで、こう最後全体にねこう米を広げてあげて1分から2分そのまま置いときますと。でこのね置いてる間に途中でねこう一回ね上下を返してあげる。これはさっき言ったのと同じ理由で、どうしてもねこう重力の関係で下にねお酢が溜まっていくんで、途中で返してあげてくださいって形ですね。全体に、お酢が馴染んだらシャリビツかなんかにね入れてあげて、寿司飯が完成っていう形ですね。でねこういうねシャリビツもね木でできてる場合が多いと思うんですけど、木のシャリビツっていうのは余分なね水分を吸うんですよ。逆にね中が乾燥してきたら今度はこのね木が吸った水分を放出してくれて、中の湿度を一定に保ちやすいんですよね。木のシャリビツっていうのは結構飲食店は使うんですけど、そんな理由があったり、最後ねこれねどうしてもこういう残っちゃったシャリはこうさらしとか使ってあげると比較的綺麗に集められるんで、はい、今日は、以上でございます。シャリの切り方でした。